今日は日本語でポッドキャストの日です。このチャンネルでは寝ながら聞く日本語ポッドキャストっていう動画をシリーズに作っていて、今日はその第6回場所の名前クイズをやっていきます。今回もぜひベッドで横になりながら聞いてみてください。目を閉じても大丈夫です。リラックスしながら聞いてくださいね。では始めましょう。第1問目。ここは休憩するところです。高速道路の運転で疲れた人が休んだり、トイレに行ったり、他にもお昼ご飯を食べたりできるところです。ここは日本語で何と言うでしょうか？正解はサービスエリア。サービスエリアです。最近はいろんなお土産も売ってるんですよね。その土地で有名なものが売っているので、しかもそれはスーパーとか空港では買えないものですから、日本で車を運転する機会があれば、ぜひサービスエリアに寄ってみてくださいね。はい。じゃあ次は第2問目。ここはみんなでゲームをする場所です。そのゲームはテーブルの上にカラフルなボールを9つ置いて、白いボールとスティックを使って一つずつ落としていくというゲームですね。英語ではプールルームと言いますね。ここは日本語で何でしょうか？正解はビリヤード場、ビリヤード場です。皆さんはビリヤードをやったことがありますか？日本では最近ビリヤード場を見ることが少ないんですけど、皆さんの国ではビリヤードができる場所は多いですかね？私は一度だけビリヤード場に行ったことがあるんですけど、初心者はなかなか難しいですね。はい。2問目はビリヤード場でした。じゃあ次は3問目。ここでは野菜や果物を育てることができます。そこで種を植えて、水をあげて、少しずつ育てていくところですね。農家の人が仕事として使う場合もありますし、趣味でやってる人が使う場合もありますね。はい、ここは日本語で何と言うでしょうか？正解は畑、畑です。最近は都市部でも市民農園といって、一般の人が畑を借りて野菜を育てられるサービスがあるんですね。自分で育てた野菜ってスーパーで買うのより美味しく感じるっていう人が多いですよね。皆さんは自分で何か育てたことありますかね？はい。じゃあ次は4つ目。ここにはいろいろなものが売っていますね。畑で使う道具や土、DIY をするための木材や工具、掃除道具、ペット用品、電球、電池などなど、はい、日用品などいろんなものがとにかく揃っているお店ですね。日本では郊外に大きな建物でよく見かけますけど、英語ではホームインプルーブメントストアとかハードウェアストアとか言いますかね。はい。ここは日本語で何でしょうか？正解はホームセンター、ホームセンターです。ホームセンターってなんとなくね、眺めているだけでも楽しいんですよね。
こんな道具があるんだって発見したり、最近は DIY が流行っているので、週末にホームセンターに行く人も多いみたいですね。うん、皆さんの国にも似たようなお店はありますか？はい。4つ目はホームセンターでした。じゃあ次は5つ目。ここでは馬が走るレースが行われますね。観客はどの馬が一番速く走るかを予想してお金をかけることができます。スポーツとしてもエンターテインメントとしても楽しめる場所ですね。英語ではホースレーシングトラックとか言いますかね。はい、ここは日本語で何でしょうか？正解は競馬場、競馬場です。競馬場って実は日本では家族連れでも楽しめるようにお祭りのようなイベントもやってるところがあるみたいですね。うん、もちろんギャンブルの要素もありますけど、馬を近くで見るだけでも楽しいですよね。はい。競馬場。じゃあ次は6問目。ここはタバコを吸う人のための場所です。日本では公共の場所でタバコを吸えるところがどんどん少なくなっていて、決められた場所でしか吸えなくなっていますね。駅とか空港とかオフィスビルとかでよく見かけます。英語ではスモーキングエリアと言いますね。はい、ここは日本語で何でしょうか？正解は喫煙所、喫煙所ですね。日本は2020年に飲食店などの多くの場所が原則禁止になりました。昔に比べると喫煙者の人はだいぶ肩身が狭くなったかもしれませんね。はい。肩身が狭くなった。この表現、前のポッドキャストで話した内容ですけど、覚えていますかね？皆さんの国では公共の場での喫煙のルールはどうなっていますか？はい。6問目は喫煙所、喫煙所でした。はい。じゃあ次は第7問目です。ここは服を着替える部屋ですね。スポーツジムとプールに行くと、ここで水着を着たり、ユニフォームを着たりしますね。英語ではチェンジングルームとかロッカールームとか言いますね。はい。日本語では何でしょうか？正解は、更衣室、更衣室。皆さん、試着室っていう言葉は聞いたことありますかね？これはお店でその服を買う前に実際に着て確認できる部屋のことは試着室って言いますね。更衣室と試着室は、まあどちらもね、服を着替える部屋ですけど、まあ、使う場面が違うのでね、ぜひ一緒に覚えておきましょう。はい。では次は8問目ですね。ここでは自分が持っているものをお金に変えることができますね。例えば、使わなくなった服とか、ゲームとか、本とか持っていくと、お店の人が値段をつけてお金を払ってくれます。そのままそのお店で売られることもありますね。英語ではセカンドハンドショップと言いますか？
日本語でここは何でしょうか？正解はリサイクルショップです。日本ではリサイクルショップがとても多くて、ブックオフみたいな有名なチェーン店もありますね。フリマアプリも人気ですけど、すぐにお金になるのがリサイクルショップの便利なところですね。皆さんの国にも似たようなお店はありますか？はい。じゃあ次は9つ目です。ここでは体のこりや痛みをほぐしてもらえます。肩こりや腰痛、腰が痛い人ですね。そんな人が行くことが多いです。マッサージとは少し違って、体の骨格とか関節のバランスを整えることを目的にしています。ちょっと難しいですね。英語では、カイロプラクティッククリニックって言いますかね。はい。ここは日本語で何でしょうか？正解は、整体院。整体院。日本では整体院がとても多くて、街を歩いていると、いろんなところによく見かけますよね。皆さんは肩こりや腰痛はありますか？デスクワークとか、スマホの使いすぎで悩んでる人も多いと思いますけど、もしね、日本に来る機会があれば、ぜひ日本の整体院を試してみてもいいかもしれませんね。はい。ということで、今日は全部で9つでした。いくつ正解できましたか？いつものことですけど、答えを覚えようとしなくても大丈夫です。聞いてるうちに自然と頭に入ってきますから、ゆっくりリラックスして聞いてもらえたら嬉しいです。はい。では、今日はここまでにしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。